こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。久しぶりのこのスタイルですね。今日は、波動についてちょっとお話ししたいと思います。波動を整えるってやつね。今だからいろいろなことが起きてくると思うんですけど、起きてきた時に、あとそういう、仕事したりとか日常生活をやったり、人に会ったりとかね、そういう時に結構波動が乱れることが多いと思うんですよ。で、どこで波動を整えるか、そこについてのお話をしたいと思っています。で、例えば仕事だとすると、職場に行ってね、仕事する方が波動を整えるっていうふうにするときに、職場でそれをやろうとすると、意識するのはいいと思うけど、いつもやってなくていきなり職場でやるっていうのは結構難しいと思うんですよね。要は、いつもなんていうのかな、今特に時間があると思うから、日常生活、自分がほっとできる環境、家とかさ、家の中の、いつも忙しく動き回ってた人たちが今家に行ったりするでしょ。だからなるべく家にいる時とか、自分の空間を保てるところで安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるっていう時間をなるべく長く取るっていうのが大事なんですよ。大事というか、それやればいいんですよね。でそういう時にまたいろいろな例えば YouTube とかのぼーっとしてる時に YouTube とか気になったりしてね、見て、で今だとちょっとそういう不安なことを上げてる人とかも多いから、あと情報入ってくるものと、それでまた嫌な気持ちになったりすると思うのね。だからなるべくそういうものも見ないで、自分で一人でいる時にゆっくりと今だとね、鳥の声聞いて無になるっていうのが今はいいんじゃないかと思うんですね。安心と無になるかな。リラックスもいいと思うし、あー、すごい鳥の声いっぱい聞こえるいっぱい鳥いるなとかね。今太陽が、今朝なんですけど、上がってきて、綺麗だーみたいな。この綺麗だって感じながら、私の場合だけどね、これは安心ほっとするリラックスが結構、私はこういう自然に触れるっていうのがあるんですね。だからこうやって自然に太陽が上がってきて、この光をまつげに当てて、このまつげを見たりするんですよ。やばい顔になっちゃうけど、でこれをね結構長くやったりしてるんですね。やばい、今日のなんて美しいんだみたいな、こうやって見て、こんなことをねずっとやってます。30分ぐらい、1時間ぐらいやったりしてるんだけど、これが要は日常のこの後にじゃあご飯作ったりとか、子供たちのお世話したりとかやる時にもこういう時間を持つことによってすごく平常心で平安というかね、その中で、あんま意外と何にも考えずに淡々とできるっていうところがあるんですよ。だから波動が整った状態で日常生活もできる。例えばこのまま職場に行った時にね、こういう時間を持って取った後に職場に行ったりすると、結構なんていうのかな、波動を乱さないでというかね、乱れたっていいんですよ。乱れると思う、今は特に。この間だから病院で働いてて、結構不安な人がいっぱい来るから、コロちゃんのことで陽性反応が出たらちょっととても不安の人たちも実際いたりして、やっぱり自分も怖いじゃないですか。本当にね、よくそういうところで働いてる方たち本当にありがたいよね。でもやっぱり大変だと思う、不安をね。だからそこの職場に行って波動を整えるってことを意識するっていうよりも、それ以外のところで一回もう訓練していくんですよ。波動を整える練習っていうのかな。でそこの、職場に行った時に自分が、波動がね乱れたっていいんです。だから無理やりなんていうのかな、絶対ダメみたいな、外の世界入っちゃダメ、幻想だしみたいな感じで持ってってもいいんだけども、そんなこと考えてる余裕ないと思うから、だからそうじゃないところで
波動となるべくもう今だとなるべく長くこういう何にもしないっていうことを、特に波動が乱れるようなことが日常多い方は何にもしないっていう感じかな。意味のないことをちょっとやるっていう感じにするといいと思う。要はこの意味のないことにこそ鍵があったんですよね。波動を整えるエッセンスがすっごいあるんですよ。私は結構思考が忙しい方から忙しくなりやすいんですね。なので思考が忙しいと、思考っていうのはさ、大体恐怖心とか、あとああでもないこうでもないっていろいろやるんですよね。ああでもないこうでもない、これやんなくちゃあれやんなくちゃみたいな感じでいろいろやるから、リラックスができなくなってくるとか、だから私みたいな人は本当に意図的にこのまつげの虹見てさ、1時間とかさ、ありえないですよ。普通だったらね、これ鳥の声聞いて30分みたいな。まあ5分でもいいんだけど、こういう感じの時間を取るんですよ。あとね、今やってるのは、そうですね、今はだから結構私は、先生じゃないや、マヤ暦が好きだから、マヤ暦をね、こう学んでるんですけど、こう学んで、すっごいそこに入り込んでる時も結構波動が整うというか、ああ、なるほど、なるほど、みたいな感じで、そういうことやったりとか、そう、あとはお茶飲んだり、家族とさ、何にもない時間を幸せだね、みたいな感じで、やってるのも好き。それも波動を整えてるっていうか、そう、こういう感じで何にもない、意味ないですよ。意味ないことばっかりやってんだけど、これが宇宙の流れに結構乗ってて、で、波動を整えてるっていうことになるんですね。だからこれを、例えばどっかに出かけた時もね、波動、今ちょっとロックダウンだから出かけるってことは、今とかあんましないんだけど、あのそう、外に出かけた時に同じような波動でいられるんですよね。なんか何にも外側の世界に翻弄されないっていうか、何にもこう夢見てるみたいな感じに結構なっちゃうっていうか、なんでかっていうと、日常もこう、もう夢の中というか、日常は夢の中だから、なんかこう、通常のことをやっても夢の中にいるみたいな、どっちが夢なのか現実なのか分かんなくなってくるみたいな感じなんだけど、こういう感じでやってるかな。そうすると、結構その不安な波動に、なる自分だって許してあげてくださいね。ね、なって、例えばさ、波動が乱れるようなことが外側の世界ね、なんかこう電車乗ったりして波動乱れたりとか、でそこで無理やり平常心平常心とかね、外の世界入っちゃいけないとかね、そういう風に無理にやるっていうよりも、落ち着ける場所をまた持てるじゃないですか。そこじゃないところにね、そこでやってもいいけども、波動がこんなになってる時になんかこうね、半身ほっとするリラックスみたいな感じでさ、無理やり感を持つと余計に焦ってくるから、そうだからこう一歩下がったところで時間取れる時に何にも考えないっていうのは結構いいと思います。こうやってやってると波動が整ってきて、自分自身が宇宙のリズムと同調した感じになりますから、そうすると、これがね結構当たり前みたいな感じになって、日常もずっとこう、なんだろうな、日常、仕事場、あとは家族とのこと、起きてくる出来事が結構やっぱ整ってくると思います。もうそろそろこういう感じで訓練をするというか、そういうふうにやるといいんじゃない。だから要はさ、恐怖心とかが出やすい時って、出るようなことが多いわけでしょ。多いじゃないですか。今不安にも思ってる人もたくさんいると思うから。そうでも私たちってさ、結構そういうの好きなんですよね。興味あるっていうか、なんていうのかな、いい悪いの判断をジャッジしないでね、するとこういうちょっとこう不安なこととかね、そういうものも結構体験したいから、やっぱ宇宙からすると、だからやっぱちゃんと体験したいんですよね。いいんだけど、結構もう飽きてくるというか、こう
そういうタイプのことをやってるとその時すごい嫌な気持ちになって、もう本当に嫌だみたいな感じじゃない。でまたさ通常に戻ってて、でもまた嫌だなみたいな、こういうジェットコースターみたいな気持ちをいつも味わって嫌な気持ちになってるっていうか、いろんなバイブレーションを体験してるってことだから、もうそろそろこの波動を整えるっていうことをして、だから要は波動を整えてると自分自身が体験する出来事は平和なことばかりに今なってしまいますね。どんなことが起きてもなんかいい感じに回ってっちゃうんですよ。だからそうすると平和なことばっかりで、今は特にさやっぱりこういうことが求められてるけど、結構平和ボケみたいになっていくんですよね。面白くなくなってくるっていうか、なんていうのかな、やっぱり刺激が欲しくなるもんだと思うのね。食べ物でもそうだと思うんだけど、胡椒がちょっとみたいな、そういう感じに近いんじゃないかと思うんですけど、でも、今は特に波動を整えるっていうのがすっごい大事だと思うし、今これから私たちはこの、激動の時代というか言われてるね、いろんなことが起こるって言われてるような時代を生きていく。要は地球の浄化が今入ってるわけだから、それとともにいろんな地球を体験するっていうことがあるのかなと思うので、その時にやっぱりこの波動を整える訓練をしておけばすごい楽に進めると思います。なんかね、なんて言うんだろう、こう波動を整えてると自分のやっぱりいる空間、周りの人たちがいい感じになっちゃうんですよね。それはね、私はこういうこと、コロちゃんがどうとかさ、ロックダウンがどうとかの前からずっとやってるから、そうだったんですね。なんて幸せなんだろう、何にもないことでよかったんだみたいな、そう目の前に起きることは幻想だったんだなとかさ、なんかそういうこといつも感じてたんだけど、本当にそれが生きてる、今特に生きてるっていうか、だからほぼ変わってないんですよね。自分が変わってないんだけど平和なんですよ。ものすごく平和な日々なんですね。だからよかったら皆さんもう今訓練しておくと、訓練というとあれだけど、自分へのご褒美みたいな感じで、こういうふうに、難しくないから簡単だから、コーヒーでも飲んで好きなことをやってればいいんだからそういう日常からちょっと離れたところで時間を、なるべくこういう時間を長く取るっていうことをやってみてください。ではまた撮ります。ではでは。